あなたは身近な人間を消したいと思ったことはありますか？ 1960 年代初頭のイギリスに奇妙な関係の双子がいたんです。双子の名前はジューン・ギボンズとジェニファー・ギボンズ。一見どこにでもいるような仲睦まじい双子なんですが、その本性は常軌を逸したサイコパス。二人で会話をするときは自分たちで作った独自の言語を使って意思疎通をして他人とのコミュニケーションを一切遮断のみならず、なんと二人で手を組んで強盗や放火などの凶悪犯罪に手を染めていくんです。共に日々を過ごし犯罪に手を染めていくジューンとジェニファー、まさに一心同体とも言える関係なんですが、妹のジェニファーにはある積年の思いが。それは姉を殺さなければ私の自由はない。徐々に明らかとなる隠された双子の闇。なぜ妹のジェニファーは姉のジューンに殺意を抱いていたのか。サイコパスすぎる双子の運命は奇妙な結末を迎えるんです。お肉は結構シンプルな生姜焼きが一番美味しいおソースケンちゃんです。おソースの順番が違うもん。やみやみこです。本日ご紹介するのはですね、サイコパスな双子、ジューン・ギボンズとジェニファー・ギボンズの2人なんです。仲良しなのにジェニファーが殺意持ってるって一言聞いただけじゃ意味がわかんないんだけど、なんで笑ってんだよあんた。めっちゃ噛むじゃん。言うじゃん。すいませんでした。ジェニファーはね、ジューンをね、愛してもいたんです。でもその一方で殺意も抱いていた。僕らにはね、理解しがたい心情なんですけど、なんでそもそもそんな感情を抱くことになってしまったのか、その過程をね、生い立ちから紐解いていきたいと思います。沈黙の誓い。遡ること57年ほど前の1964年、イギリスのとある小さな田舎町にギボンズ一家という黒人の家族が住んでいました。この一家の双子の姉妹こそがジューンとジェニファー。当時の双子の年齢は1歳。平均的な成長で言うと言葉を覚え始める年頃。しかしこの二人は違いました。他人とコミュニケーションを取ろうとする意思はあるようなんですが、一向に言葉を覚える気配がないんです。言葉をね、覚えるのがね、遅い子っていうのは一定数いるんで、両親もね、特に気にはね、止めてなかったんですよ。そんなジューンとジェニファー。二人は生まれた時からいつどんな時も一緒でお互いに離れようとしませんでした。なんと両親が引き離そうとすると泣きわめいてしまうほど、そこまで仲良しなのかと微笑ましく感じるかもしれないんですが、実はこの二人あまり良くない関係性を構築していたんです。それは共依存。共依存、全然聞き馴染みのない言葉なんだけど、どういう意味これ。というわけでですね、本日のね、メトラキーワード。共依存というのはですね、一言で言えば、他人から依存されていることに依存していることなんですよ。どういうことかというと、ヤミコさんは俺がいないと生きていけないよねっていう状態に俺が依存してるみたいな、そうなの思い込みなんですよね。まあ正直多分僕いないとダメだと思うんですよ、ヤミコさん。そう依存してる状態にあんたも依存してるわけでしょ。そう。もともとはアルコール依存症の夫に悩む妻の状態を表したものなんです。まあね、飲酒問題にね、悩んでいるね、夫をね、献身的にね、妻がこう、サポートする。自己犠牲で。もうあの人は私がいないとダメですよ。っていう自分の状態に依存するし、夫も妻がいないとダメっていうね、もうね、依存状態なんですよね。もう最悪なんですよ。ある研究ではですね、日本人の9割が共依存状態にあるというんです。まあでも、ずっと誰かと一緒にいたい人ってのは確かにいるわね。というわけでね、少し脱線したんですが、ギボンズ姉妹の話に戻るとですね、姉のジュンは妹のジェニファーに依存してたんですよ。そして妹のジェニファーは姉から必要とされることに依存してたんですよ。まあ共依存だったわけね。さらに共依存の特徴としてコミュニケーション能力の欠如などが挙げられ、それらはこの二人に全て当てはまっていたんです。実は双子というのは共依存の関係に陥りやすいと言われているんですが、それはあくまでも幼い頃限定の話。しかしこの二人の共依存は一般的なものよりはるかに根深いもので、いくら年をとってもお互い離れることはなかったんです。これ結局妹がお姉ちゃんのお世話までしてたってことでしょ。まあお世話っていうまではいかないですけど、過剰にね干渉はしてたらしいですよね。そんなジューンとジェニファーが小学生になる頃、二人の運命を大きく変える出来事が起こるんです。それは激しすぎるいじめ。実は彼女たちが住んでいたのは白人の町でした。当時はまだまだ黒人差別が根強く残る時代。小学校で唯一の黒人だったジューンとジェニファーはいじめの格好の的となり、同級生から容赦のない罵倒、暴力を受けたんです。
ほんといじめるやつしょうもないわ。そしていじめの原因は肌の色だけではありませんでした。それは2人の不気味な行動や言動。例えばまるで鏡のように2人で全く同じ動きをしたり、突然アヒルのように歩き出すなど奇怪な行動が目立ち始めたんです。このような行動に同級生は不気味がり、一層いじめはエスカレート。日々容赦のないいじめに遭う2人はよりお互いを求め合い、以前にも増して他人との接触を拒絶するようになっていくんです。わざわざ自分たちからそんな気味悪がられる行動しなくていいじゃん。確かにね、普通の人から見たらね、おかしいってなるんですけど、後々ね、この異常な行動の理由も分かってくるんです。そんなジューンとジェニファーの2人の世界は両親でさえも寄せ付けないものでした。ある日、両親がジューンとジェニファーが2人で楽しそうに会話をしている場面を目撃します。そんな会話に耳をそば立ててみると、聞こえてきたのは小鳥のさえずりのような声。違和感を感じた両親がさらに耳を近づけてみると、2人が話をしていたのは全く聞き馴染みのない言語でした。なんとジューンとジェニファーは自分たちだけの言語を作り会話していたんです。怖えな。彼女たちが話していたのは英語ベースの独自言語。他人には聞き取れないほど高速で発音していたため、小鳥のさえずりのように聞こえていたんです。わざわざオリジナルの言葉作ってさ、2人だけ話してるってめちゃくちゃすごくない？これなんか実はですね、意外にこう世界中で双子とかね、兄弟とかでちょっと暗号みたいな感じで言葉をねやり取りするっていうのはまあまああるっちゃあるんですよね。ただ年齢が成長してもそれが残るっていうのは結構珍しいケースではあるんです。ある夜のこと、いつものように小鳥のさえずりのような声で2人だけの会話を楽しんでいたジューンとジェニファーはあることを思いつきます。それは自分たち以外の他人に対して一生の沈黙を貫くこと。お互いに依存し合い、お互いがいればそれでいいと悟った2人は他人とのコミュニケーションを完全遮断しようと誓ったんです。2人だけの世界を作り、その中に閉じこもっていくジューンとジェニファー。もはや両親ですら彼女たちを止めることはできません。そしてこの誓いを交わした夜から2人の人生の歯車はだんだんと狂い始めていくんです。まあね、この双子ね、共依存っていうことなんですけどね、僕ね、メトラのね、コメント全部、隅から隅までマジで全部見てるんで、まあ、ある意味僕はメトラさんに対して共依存の気持ちかもしれない。一般的になんですけど、共依存の関係にあるね、人たちって嫉妬の感情が生まれやすいんですよ。そしてね、今回もね、例外ではなくね、安定したと思われていたこのね、二人のね、絆にね、徐々に揺らぎが生じ始めるんです。10分差の劣等感。沈黙の誓いを交わし、全てのコミュニケーションを遮断して2人だけの世界に閉じこもるようになったジューンとジェニファー。見た目も性格も全てが瓜二つの2人はまさに一心同体。好みも合い、趣味も合う、どんな話でも受け入れてくれる。ジューンとジェニファーはそんなもう一人の自分とも言える存在といつも一緒にいられることにこれ以上ない幸せを感じていたんです。しかしそんな平穏な日々は終わりを迎えようとしていました。一心同体のはずの2人の間に差が生まれ始めるんです。例えば学校生活。当初は2人とも同じぐらいの成績だったんですが、姉のジューンは勉強ができるようになり、逆に妹のジェニファーは勉強が苦手になっていきました。そして性格にも変化が。姉のジューンは落ち着いて大人びた性格になっていったのに対して、妹のジェニファーは気性が荒く不安定な性格の少女になっていくんです。双子って言ってもさ、完全に同じ人間じゃないわけだから違うくらい出るよ。共依存だったらギボンズ姉妹にね、怒ったってことがね、良くないんですよ。生まれてからずっと一心同体として過ごしてきたのに、いつの間にか姉の方が優れた存在になっていた。ジェニファーはこの現実を受け止めることができませんでした。そして彼女は、私が劣っているのは姉のジューンより10分後に生まれたからだ。そんな強い劣等感を抱くようになるんです。ジェニファーが抱いたのはそれだけではありません。姉のジューンに対する劣等感はやがて憎悪になり、ついには姉を殺したいという強烈な殺意へと変わり始めるんです。飛躍しすぎじゃないこれは。さすがにどうやったらこんな感情になるの？妹のね、ジェニファーからして姉のジューンは、もう一人の自分だってぐらい思ってたんですよ。それによってね、逆に違いが見えてきて、どんどん劣等感に肥大してって嫉妬もすごくて、もうあいつムカつくってなってきちゃったんですよね。それで殺したいってなるかしら。なる。姉のジューンを殺したいほど憎むようになったジェニファーなんですが、依存の対象である姉を殺すわけにはいきません。だからといって変わっていこうとする姉を許すことができなかったジェニファーはある行動に出ます。それは姉のジューンを支配すること。姉をもう一人の自分で居続けさせるために彼女をコントロールして違いをなくそうとしたんです。実は序盤でお話しした突然アヒルのように歩き出すといった2人の奇怪な行動の数々、これらは妹のジェニファーが姉のジューンに無理やりやらせていたことだったんです。いつの間にか支配する側とされる側になっていた双子の絆。ここから地獄のような日々が始まるんです。
まあね、先ほどのね、メトラキーワードの共依存のね、説明の中にね、あったんですけど、共依存の人って、相手を自分の思い通りで強制しようとね、する癖みたいなのがあるんですよ。ジューンにはさ、早くこんな妹を断ち切って自立してほしいけどね。この後ですね、そうなるようにね、大人たちがね、試行錯誤して、この共依存をね、断ち切ろうとして頑張るんですけど、実はこの二人の関係、もっと複雑だったんです。歪んだ愛情。時は流れ1977年、ギボンズ姉妹が14歳になった頃、未だに沈黙を貫く2人を見かねた両親や医師がある試みに乗り出します。それは2人の分離。どんな時も一緒にいるジューンとジェニファーですが、別々に切り離してしまえばお互いに自立するのではと考えたんです。そして別居を始めてから間もなくして彼女たちに変化が訪れます。なんと2人はそれぞれ人形のように動かなくなってしまったんです。実は彼女たちにとって双子でいること自体が全てのエネルギー源。それを切り離してしまうとまともに起き上がることすらできなくなるんです。姉のジューンに至ってはベッドから出すのも2人がかり。その体はまるで死体のように硬直していたといいます。あれだけ妹から嫌がらせされといてさ、ジューンはもう妹のこと求めてたってことでしょこれ。まあそうなんですよ。ジェニファー、ジューンのことめちゃめちゃ憎んでたんですけど、めちゃめちゃ愛してたんですよ。めちゃくちゃね。でもなんか分からんでもないよね。やっぱさ、好きなほどさ、影響されやすいんだよ多分。好きじゃない人がさ、何しててもさ、どうでもよくない？あんた、支配する側ね、もしかしたら。いや、すぐそういう印象付けする。結局、大人たちは2人を思うように分離することができず、作戦は失敗。別居状態から解放された2人は、すぐさま依存生活を再開させます。それからも外部との接触を遮断し、閉鎖的な生活を続けた彼女たち。しかし、そんな双子が外の世界に興味を持つ出来事が起こります。それは、双子が18歳になったある日、自宅の近くにアメリカ人の兄弟が引っ越してきました。彼らはかなりのアウトローで、アルコールをはじめドラッグなどの犯罪に手を染めていたんです。基本的に他人と接触はしないジューンとジェニファーでしたが、アウトローで刺激的な生活に憧れ、この兄弟に接近します。ジューンとジェニファーは初めにこの兄弟にドラッグやアルコールを教えてもらい、その行動はどんどんエスカレート。ついには強盗や放火といった数々の犯罪に手を染めるようになってしまうんです。そしてジューンとジェニファーは大学に放火しようとしたところを警察に身柄を抑えられ、現行犯逮捕されてしまうんです。結局逮捕されちゃったわけだけどさ、2人は仲良くなれたの？まあ実はですね、犯罪に手を染める頃からね、2人の関係はね、どんどんいびつになっていったんですよ。犯罪をする時でさえいつも一緒な仲良しな2人だったんですが、逮捕直前は喧嘩をして衝突することもしばしばでした。その喧嘩の内容とは、ジェニファーが姉の首をコードで絞めたり、ジューンが妹を橋の上から突き落としたりと過激すぎるもの。そう、2人はお互いを愛しているのにもかかわらず、躊躇なくお互いを殺そうとしていたんです。これらの行動を大学の放火の容疑で逮捕した後に知った警察は、2人に精神鑑定を受けさせることに。その結果、この双子の心の闇が遺伝的に明らかになりました。2人は反社会的な暴力性を持つサイコパスだと診断されたんです。そのため、普通の病院では手に負えないと判断され、当時のイギリスで最も劣悪と言われたブロードモア特殊病院に拘束されることに。しかし、そんな施設に入れられてもなお、ギボンズ姉妹はお互いを愛し、憎み合うことをやめようとはしませんでした。あろうことか、この頃から2人の間でまたしても歪んだ考えが生まれてしまうんです。そう、この依存関係を終わらせるためには、どちらかが死ぬしかないと。いや、何も死ぬ必要はないんじゃないこれ。この双子ね、相手が死ねば、この共依存が終わって、自分はね、新しい生活、命、思想をね、手に入れられるって信じてたんですよ。まあ互いに縛られてるって気づいてたわけね。呪縛から解放されるために、片方の相手のね、死を望むギボンズ姉妹。とうとう結末を迎えるんですが、それはとても奇妙なものだったんです。呪縛からの解放。悪名高いブロードモア特殊病院に拘束された2人はそうやすやすと解放されることはありませんでした。ジューンとジェニファーは大量の抗精神病薬を投与され続ける薬漬けの日々を送っていたんです。しかしそんな彼女たちに一筋の光が差します。それは新聞記者のマジョリー・ウォレス。ジューンとジェニファーを長年にわたって取材してきた彼女は、あの無口だった2人の唯一の理解者だったんです。劣悪な環境から彼女たちを救おうと、ブロードモア特殊病院からの解放を訴えました。そしてマジョリーの思いが通じ、2人は安全な病院へ移転されることになったんです。この時ジューンとジェニファーがブロードモア特殊病院に来て、すでに10年以上もの月日が流れ、2人は30歳を迎えていました。2人にさ、手を差し伸べてくれる人がいるってのがちょっと驚いたわ。彼女たちにね、取材をしに来たね、新聞記者のね、マジョリー・ウォレスというね、女性がいたんですけど、かなり親身に話を聞いたりとかしてるうちに、あの無口だったギボンズ姉妹がついに彼女に気を許してね、いろいろ話すようになったんですよ。1993年3月、安全な病院へ引っ越すための準備をしていたジューンとジェニファーのところへマジョリーが訪れました。唯一気を許したマジョリーの来訪に喜ぶ2人。彼女たちはお茶を飲みながら何気ない会話で談笑しました。小さい頃からサイコパスと言われ、
避けられ続けてきた姉妹もこうして向き合ってみればどこにでもいる普通の女性。マジョリーは思いました。2人が社会に復帰する日もそう遠くないはず。しかしそんなマジョリーの思いとは裏腹に妹のジェニファーが突然こんなことを言い始めたんです。マジョリー、私決めたわ。私は死ななければならないの。マジョリーは冗談かと思って笑っていたんですが、ジェニファーの表情と口調は本気そのもの。その危機迫る雰囲気にマジョリーは恐怖を覚えたというんです。施設にさ拘束されてるわけだから、そんな簡単に死ねると思わないけどね。まあ確かにそうなんですけど、マジョリーを不安に思ったのか、病院に対して双子の監視を強めてほしいってお願いしたんですよ。それから数日後、いよいよ双子はブロードモア特殊病院から病院の車で移転先へと向かうことに。ブロードモアの門が閉まるのを同席している姉のジューンと一緒に見届けるジェニファー。やっと出られる。ジェニファーはそう言い残し、そのまま眠ってしまうんです。それから半日もしないうちに車は目的地へと到着。運転手は眠っているジェニファーを起こそうと後部座席のドアを開けて彼女の体を揺すりました。その時、運転手はあることに気づき衝撃を受けます。ジェニファーはなんと死んでいたんです。死因は心臓の炎症。病気の前触れとなる症状もなければ体内に毒が入っていたという痕跡もありませんでした。今朝まで元気だったジェニファーはまるで約束を果たすかのように謎の死を遂げたんです。なんで？隣のお姉ちゃん何してたのよ。姉のジューンはね、妹のジェニファーが寝てたと思ってたそうなんです。そしてね、奇妙な出来事はね、これだけでは終わらなかったんです。妹のジェニファーが亡くなってから間もなくして、姉のジューンは以前とはまるで別人のようになっていました。なんと当たり前のように周りの人たちとコミュニケーションを取るようになっていたんです。そう、片方が死ねばもう片方は新しい命を手に入れ、人と普通にコミュニケーションができるようになるという考え通りになったんです。ジューンは退院後このように語っています。私はやっと解放され自由になりました。ジェニファーが私のために命を捧げてくれたんです。ジューンはその後順調に社会復帰を果たし、現在も人並みの生活を営んでいます。しかしなぜジェニファーが突然死んでしまったのか、これに関しては未だに謎が解明されていません。彼女が巧妙な手口を使って自殺を図ったのかもしれませんし、逆に死を予見していただけなのかもしれません。共依存っていうのは本当に恐ろしいし、日本人の9割が共依存って意味わかんないですよね。いろんな間柄でなってそうよね、共依存。本人も気づいてないんでしょうね。なのでメトラの43万人のうちの9割、37万人強がね、共依存です。私と共依存になりたいって人は、チャンネル登録と高評価よろしくちょ。いやらしいなお前。無理せず